食わず女房。昔、あるところにケチな男がいました。結婚したいと思っていましたが、とてもケチですから、結婚しても奥さんの食費を払いたくない。ご飯を食べない奥さんが欲しい。と思っていました。ある日、きれいな女が男の家へ来ました。あのー、はい、何ですか？私と結婚してください。は？男はびっくりしました。すみませんが、私はご飯を食べる女とは結婚しません。大丈夫です。私はご飯を食べません。だから私たちはお似合いでしょ？本当に？全然ご飯を食べないんですか？ええ、本当です。私は生まれてから一度もお腹が空いたことがありません。だから私と結婚してください。男は喜んでその女と結婚しました。奥さんはよく働きました。そして本当に全然ご飯を食べません。素晴らしい。理想通りの奥さんだ。男はもっと喜びました。しかし、結婚してから10日後、男は家にたくさんあった食べ物がほとんどなくなっていることに気がつきました。おかしい。1年分あった米がもうほとんどない。米だけじゃありません。野菜も塩もほとんどありません。あの女が怪しい。第一、全然ご飯を食べない人間がいるか？嘘をついて私が見ていないところで食べているかもしれない。男は奥さんを疑いました。それで仕事に行くふりをして針に登ってこっそり奥さんを見張りました。奥さんは男がいつものように仕事に行ったと思いました。そして料理を始めました。10人分くらいご飯を炊いておにぎりを作りました。やっぱりご飯を食べないと言ったのは嘘だった。男は怒りました。でも、あんなにたくさん、どうするんだ？不思議に思ってそのまま様子を見ていると、奥さんは髪を下ろしました。その頭の真ん中に何か変なものがあります。よく見ると、それは大きい口でした。奥さんはその口に次々とおにぎりを入れました。そして10人分の料理を全部頭の口で食べてしまいました。男は怖くなりました。この女は人間じゃない、化け物だ。それでこっそり針から降りて仕事から帰ったふりをして奥さんに言いました。ただいまー。おかえりなさい。早かったですね。今から晩ご飯を作ります。いや、作らなくてもいい。男はどうやって奥さんを家から追い出すか考えました。今日、山の神様に会った。山の神様は私に言った。離婚しなさい。神様のお告げだ。だから、すみませんが、私と離婚してください。奥さんは泣きました。あなたが離婚したかったら、私はいつでも出て行きます。男はほっとしました。
でも、一つお願いがあります。大きい桶をください。奥さんが言いましたから、男は家で一番大きい桶を持ってきました。この桶は穴が開いています。私は自分で直すことができません。出て行く前に、すみませんが、あなたが直してください。それで男は桶の中に入って穴を探しました。その時、急に奥さんがその桶を持ち上げました。なんだ？奥さんは男が入っている桶を頭に乗せて山へ向かって走り出しました。下ろしてくれ、下ろしてくれ。男が大きい声で言うと、奥さんは笑いました。バカね。下ろしてくれと言ったら私が下ろすと思うの？お前は私の晩ご飯なんだよ。奥さんはどんどん山を登ります。やがて森に入りました。奥さんは疲れて木の下でちょっと休みました。その時、男の目の前に木の枝がありました。男はこっそりその木の枝につかまりました。ちょっと休んだら体が軽くなった。奥さんは気がつかないで空の桶を頭に乗せてまた走りました。その姿はもう奥さんじゃありません。化け物でした。男はその化け物の姿が見えなくなるまで待ってから急いで山を降りました。しばらくして奥さんだった化け物は男が逃げたことに気がつきました。すぐに恐ろしい顔で山から降りてきました。男は慌てて菖蒲の茂みに隠れました。菖蒲は歯が剣のように鋭い花です。どこだ？この辺りからあの男の匂いがする。化け物が男を探しました。しかし菖蒲の葉が目に刺さって茂みに入ることができません。痛い！どうしてこんなところに剣が？化け物には菖蒲の葉が本当の剣に見えました。それに触ると目も腕も切れて血が出ました。それで化け物は諦めて山へ帰っていきました。男はほっとして家へ帰りました。その日は5月5日でした。菖蒲には魔を払う力があります。今でも人々は毎年5月5日に菖蒲を買って悪いものが来ないようにしています。